感情は私たちの生活において重要な役割を果たしています。こんにちは。私たちの心の健康をサポートする心の健康ナビチャンネルへようこそ。喜びや悲しみ、怒りや恐れなど、様々な感情が私たちの日常を彩り、行動を形作ります。そして、これらの感情が私たちの心の健康に与える影響は計り知れません。ポジティブな感情がもたらす効果は多岐にわたり、私たちの生活に幸福感や満足感をもたらします。しかし、感情が乱れるとストレスや不安が生じ、心のバランスが崩れることもあります。この動画では、感情の管理術とポジティブな心の育て方について探求していきます。未来に向けての小さな一歩。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、通知ボタンを押していただけましたら幸いです。それでは、感情と心の健康の関係を理解し、ポジティブな感情を育てるための方法を共に考えていきましょう。感情は私たちが日常生活で経験する多様な感覚と反応の集合体です。喜び、怒り、悲しみ、恐れなど、様々な感情が私たちの内面に存在し、それぞれ独自の特徴と現れ方を持っています。まず、喜びはポジティブな感情の一つであり、幸福や満足感などを伴います。喜びを感じるとき、私たちは笑顔や興奮、活力を感じることがあります。例えば、好きなことをするときや大切な人と過ごすときなど、喜びを感じる瞬間は私たちの心を豊かにします。一方、怒りはネガティブな感情であり、不満や不快感から生じることがあります。怒りを感じるとき、私たちはイライラや焦燥感、攻撃的な行動を示すことがあります。怒りは自己防衛や正義感から生じることもありますが、コントロールが難しい感情でもあります。また、悲しみは喪失や失望などの出来事によって引き起こされる感情です。悲しみを感じるとき、私たちは涙を流したり、落ち込みや孤独感を感じることがあります。悲しみは時に深い悲嘆や絶望感をもたらすことがあり、心の傷を癒すのに時間がかかることもあります。さらに、恐れは危険や脅威に対する反応として生じる感情です。恐れを感じるとき、私たちは不安や緊張、身構えることがあります。恐れは生存本能から生じることもありますが、過剰な恐れはストレスや不安を引き起こすことがあります。これらの感情は私たちの日常生活において不可欠な要素であり、それぞれが私たちの内面に影響を与えます。感情を理解して適切に対処することは、心の健康を促進し、ポジティブな心を育てるための第一歩です。感情の管理術は、心の健康を促進し、ポジティブな生活を築くための重要なスキルです。このスキルを磨くことで、感情の波に乗り、ストレスや不安に打ち勝つことができます。感情の管理には、感情の受容と認識、マインドフルネスの実践、そしてポジティブな思考の育成が重要です。まず、感情の受容と認識が大切です。感情は私たちの内面の反応であり、それを無視することはできません。例えば、日常生活でイライラしたり、悲しみを感じたりすることはよくあります。これらの感情を受け入れ、認識することで、その感情がどのようなものであるかを理解し、適切に対処することができます。他にも、仕事でのストレスや家庭での問題に直面したとき、怒りや不安を感じることがあります。このような感情もやはり抑え込むのではなく、受け入れることで、心の安定を取り戻すことができます。感情を受け入れることで、その感情が自分の内面にある理由や起因を理解し、それに対処する方法を見出すことができます。例えば、ストレスが原因で怒りを感じた場合、その原因を特定し、問題解決に向けて行動することができます。感情の受容と認識は、心の健康を促進し、ストレスを軽減する上で重要です。自分自身の感情に対して寛容であり、それを理解することで、より健康的でバランスの取れた心を育むことができます。次に、マインドフルネスの実践が効果的です。マインドフルネスは、今この瞬間に集中し、感情や思考に対して客観的に立ち向かうことを意味します。日常の中で深呼吸を意識的に行ったり、瞑想を行ったりすることで、マインドフルネスの状態を促進できます。このようなテクニックを日常生活に取り入れることで、ストレスや不安を軽減し、感情に振り回されずに冷静で安定した状態を保つことができます。
そしてポジティブな思考の育成も重要です。ポジティブな思考は自己肯定感を高め、自己効力感を向上させます。例えば遭遇した問題や困難な状況に対しても前向きな見方を持つことで解決策を見出すことができます。ネガティブな感情にとらわれるのではなく、ポジティブな視点から物事を捉えることで感情のバランスを保ち、心の安定を促進することができます。日常的に自分自身や周囲の出来事に対してポジティブな視点を持つよう意識することが重要です。感情の管理術は日常生活において常に実践することが求められます。感情の需要と認識、マインドフルネスの実践、ポジティブな思考の育成を継続的に行うことで心の安定を築き、ポジティブな心の成長を促進することができます。感情と行動の関係は私たちの日常生活において非常に重要です。感情は行動に大きな影響を与えるため、その関係を理解し、ポジティブな感情を行動に変える方法を身につけることは、心の安定を促進し、幸福感を高める上で不可欠です。まず、感情が行動に与える影響について考えてみましょう。感情は私たちの行動を大きく左右します。例えば、喜びや興奮といったポジティブな感情は、積極的な行動や創造性を促し、周囲の人々とのコミュニケーションを活発化させることがあります。これに対して、怒りや悲しみといったネガティブな感情は、攻撃的な行動や孤立を引き起こすことがあります。感情は私たちの行動の方向性や質を決定する重要な要素である、ということを認識することが重要です。次に、ポジティブな感情を行動に変える方法について考えてみましょう。ポジティブな感情を行動に変えるためには、意識的な選択と行動パターンの変化が必要です。例えば、ポジティブな思考を促進するためには、毎日の日課として感謝の瞬間を振り返ることや、楽しい活動を計画することが有効です。これによって、日常生活の中でポジティブな感情を育む習慣を身につけることができます。また、ストレスや不安を感じた時には、深呼吸やリラックス法を取り入れて、冷静な状態を保つことが重要です。これらのテクニックを活用することで、感情のコントロールがしやすくなり、ポジティブな行動を促進することができます。さらに、自己効力感を高めることもポジティブな感情を行動に変える上で重要です。自己効力感とは、自分の行動や選択が結果を生み出す能力に対する信念のことです。自己効力感が高い人は、困難に直面しても乗り越える自信を持ち、ポジティブな行動につなげることができます。自己効力感を高めるためには、小さな成功体験を積み重ねることや、自己肯定感を向上させることが重要です。これによって、自信を深め、ポジティブな行動を促進することができます。感情と行動の関係は複雑であり、常に意識的な取り組みが必要です。ポジティブな感情を行動に変えるためには、感情を受容し、認識することから始め、自己効力感を高め、ポジティブな思考や行動パターンを育てることが重要です。感情と行動のバランスを保ちながら、より良い生活を送るために努力しましょう。日常生活での感情の活用法は、私たちがストレスや不安をポジティブな感情に変える方法を学ぶ上で重要な要素です。また、感情を生かしたコミュニケーションの技術も、より豊かな人間関係を築くために必要不可欠なスキルです。それでは、ストレスや不安をポジティブな感情に変える方法について考えてみましょう。まず、自分をリラックスさせる活動として、日常生活に取り入れやすいものがあります。例えば、好きな音楽を聴くことは、心を落ち着かせ、ポジティブな感情を醸成するのに効果的です。特に、リラックス効果の高い音楽や自分が心地よく感じる曲を選んで聴くことで、ストレスや不安を和らげることができます。また、自然の中で散歩することも有効です。自然の美しい景色や豊かな緑に触れることで、心が癒され、ポジティブな感情が湧き上がることがあります。さらに、趣味に没頭することも有効です。自分の興味や好みに合った趣味を見つけ、時間を忘れて没頭することで、ストレスや不安を忘れ、ポジティブな気持ちに浸ることができます。それから、感謝の気持ちを意識することも効果的です。日々の生活の中で、自分が持つ幸せやありがたいことに目を向け、感謝の気持ちを持つことで、ポジティブな感情を育てることができます。例えば、家族や友人との触れ合いや支え合いに感謝することで、絆が深まり、
心の安定を感じることができます。その他、健康や安全な環境に感謝することも重要です。日常の些細なことにも感謝の目を向け、ポジティブな気持ちを育てることで、ストレスや不安をポジティブな感情に変えることができます。コミュニケーションは人間関係を築く上で欠かせないスキルですが、感情を生かしたコミュニケーションは、より深い絆を築くことができます。感情を共有することで、相手との信頼関係を築くことができますし、自分の感情を適切に表現することで、相手に自分の気持ちを理解してもらうことができます。感情を生かしたコミュニケーションの技術を身につけるためには、まずは自分の感情を認識し、受け入れることが大切です。自分がどのような感情を抱いているのかを正直に自覚することで、相手にも自分の気持ちを理解してもらいやすくなります。その上で、相手の感情にも敏感になることが重要です。相手がどのような気持ちでいるのかを読み取り、共感することで、より良いコミュニケーションを築くことができます。また、感情を生かしたコミュニケーションでは、非言語コミュニケーションも重要です。相手の表情や声のトーンなどから感情を読み取り、適切な反応をすることで、相手とのコミュニケーションがスムーズに進みます。自分の感情を適切に表現するだけでなく、相手の感情にも敏感になり、共感することで、より深いコミュニケーションを築くことができます。日常生活での感情の活用法は、ストレスや不安をポジティブな感情に変える方法を学び、感情を生かしたコミュニケーションの技術を身につけることで、より豊かな人間関係を築くことができます。感情を生かすことで、より良い生活を送るための手助けとなるでしょう。感情の管理術、ポジティブな心の育て方、お楽しみいただけましたでしょうか？私たちの日々の感情は、私たちの生活に大きな影響を与えているんですね。感情を上手に管理するなんて私には無理だ、と諦めていましたが、少しずつでも取り入れていけばいいのかもしれないと感じました。ご紹介した感情の種類や特徴、そして感情の管理術、感情の需要と認識、マインドフルネスの実践方法、ポジティブな思考の育て方など、日常生活で実践できる様々な方法がありましたね。さらに、ストレスや不安をポジティブな感情に変える方法や、感情を生かしたコミュニケーションの技術を学び、実践することで、ネガティブを極めた私にも、友達ができるかもしれないと期待を抱きました。この動画を見た皆さんには、ぜひ感情の管理術を日常生活に取り入れてハッピーにつなげていただきたいです。最後まで見てくださったあなたに感謝。この出会いが未来に向けての小さな一歩となりますように。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。あなたの心の健康と幸福に、新たな光が注ぎますように。私たちの動画にまたいらしてくださいね。